お兄さん、私に電話をしてくださいね。よーし、待ってろよ綾瀬たん。はい、新垣です。あ、綾瀬、俺切られた。はい。余計も聞かずに切るなよ。何かご用ですか？もちろんだ。そうですか。実は私もお兄さんにお話があって。ならちょうどよかったな。そうですね。何か変な想像をしていませんか？言っておきますけど、お兄さんに告白とかそういうことじゃありませんから。どうして黙っているんです？メールで頼まれてた油取り紙買ってきたんだ。本当ですか？ありがとうございます。いいってことよ。俺の用はそれだけ。お前の話ってのは？はい、ですね。お兄さんにご相談があるんです。そうか、俺に任せな。何でも言ってくれ。いいんですか？そんなにあっさり。まだ話も聞いてないのに。お前は俺のことが嫌いなのかもしれないが、俺はお前のことが大好きなんだ。相談くらいいくらでも乗るさ。また調子のいいことを言って。どうせまた何かよからぬことを企んでいるんでしょ？よからぬことかどうかはわからないけど、企んでるよ。やっぱり。お前の相談に乗ってやって、それで少しでも俺のことを見直してもらえたらいいよなって企んでる。よくそんな恥ずかしいセリフをお首もなく言えますね。とにかく話してみな。はい。実は最近桐野が私に冷たいような気がして。分かった。とりあえず京都のお土産も渡したいし、どこかで会わないか？じゃあいつもの公園で。あそこか。裏に交番があるんです。ですからお兄さんが私に何かをしようとしても無駄ですからね。ははははしないしない。で、お兄さんどう思います？桐野、私のこと避けているんでしょうか？気のせいだと思うけどな。気のせいじゃありません。今日だって一緒に帰ろうって誘ったら用があるからって断られちゃいましたし。ああ、なるほどね。お兄さん何かしてるんですか？今日は金曜日だからな。桐野、金曜日に何かあるんですか？習い事とか？いつものことだよ。俺も最近知ったんだけど、ゲームってさ、大抵木曜日に発売されるんだ。だから桐野のやつ、今頃部屋で買ったばかりのゲームに熱中してるんじゃないかな。つまりどういうことなんです？この前と同じだよ。桐野は新作ゲームがやりたくてお前の誘いを断ったんじゃないか？つまり何ですか？桐野は私よりも新発売のゲームの方が大切だと。
いやそんなわけねえだろ。ゲームの女の子なんかどうせ画面から出てこられないじゃないですか。間違ってもそのセリフを霧野に言うなよ。私ならキリノのために何でもするのに。とにかく落ち着け。俺でよかったら力になるからさ。はい、いつもありがとうございます。私がキリノのこと相談できるのってやっぱりお兄さんしかいなくて。いいってことよ。いつも言ってるだろ。俺はお前のことが大好きだってさ。お前が大好きとかまたそんな軽薄なことを。どうせ他の女の人にも同じことを言っているんでしょ。霧野以外ではお前だけだぜ。あ、嘘じゃないぞ。知りません。もうお前が俺の部屋に来るのもこれで2度目だな。そうですね。もう二度と来ることはないと思っていました。なあ綾瀬、前回俺たちが失敗したのはさ、ごちゃごちゃ余計なことをしちゃったからだと思うんだ。どういうことです？前回だって結局霧野とお前が腹を割って話して、それで仲直りできただろ。はあ。だから今回は最初からそれでいこう。俺が霧野を呼んできてやるから、ちゃんと話し合って仲直りしようよ。でもそれがベストだと思うぜ。お前たちは親友なんだろ。はい、もちろん。なら話し合って分かり合えないわけがない。違うか？違いません。そうですね。それなら。うっしょーい。げっ、この声は。超ヤバ、マジヤバいって。エ霧野のやつ、親がいねえからってまたしてもヘッドホンをつけてゲームを。キリノ。お兄さん。何？今キリノは何を？何って、さっきも言っただろ。新作ゲームに熱中してるんだよ。新作ゲームですか。やっばい。盛りすぎて変な笑いが出てきた。あのなんだ？キリノってどうしてああいうエッチなゲームが好きなんですか？それは前にも言ったろ。俺と霧野の愛の絆だからだ。それ嘘ですよね。
え？どこまでが嘘なのかはわかりませんけど、お兄さんが私とキリノのために泥をかぶってくれたことはもう分かってるんです。なのに私はお兄さんの行為に甘えて、お兄さんを悪者にして自分の心を騙してました。ずっと謝ろうと思っていたんです。でもなかなか言い出せなくて。綾瀬。本当にごめんなさい。いや。いつから気づいてたんだ？キリノと仲直りした日、家に帰ってすぐです。お兄さんにあのメールを出した時にはもうきっとそうなんだろうなって気づいてました。大嘘つきのお兄さんへ、おかげさまでキリノと仲直りすることができました。例の趣味を認めたわけではありませんが、しばらくは折り合いをつけないまま、納得しないままでやっていくことにしました。仕方がありません。でも諦めませんからね、私。あなたの魔の手からいつか必ずキリノを救い出してみせます。あなたなんかには絶対負けません。 PS、 もしもキリノにいかがわしいことをしたらぶち殺します。そうだったのか。いいのか？はい。もう気づいてしまったから同じことです。これ以上自分自身に嘘をつくことはできません。そっか。本当にごめんなさい。私、お兄さんにずっとひどいことを。いいさ、俺が好きでやったことだ。気にしないでくれ。ずっと嘘をついててすまなかった。私、嘘は大嫌いですけど、こんな嘘もあるんですね。こんにちは、お兄さん。うん、いらっしゃい。悪いな、キリノは今出かけているみたいなんだ。あ、そうなんですか。リビングで待っててくれるか？キリノが帰ってきたら今日こそ二人でちゃんと話せばいい。はい。でもその前に、昨日聞きそびれたことを聞いてもいいですか？聞きそびれたこと？キリノはどうしてああいうエッチなゲームが好きなんですか？お兄さんとの愛の絆だからというのは嘘なんでしょ？まあそうだな。実は俺にもわからないんだ。キリノ本人に聞いたことがあるんだが、自分でもわかんないの。わかんないってお前自分のことだろ。だってしょうがないじゃん。本当にわかんないんだから。いつの間にか好きになってたんだもん。と言っていた。それ本当だと思っているんですか？だって嘘つくような場面じゃないだろ。そうですか。お兄さん、私キリノの趣味をちゃんと分かりたいんです。うん。協力してくれませんか？お前キリノの趣味に
まだかなり抵抗があるんだろ？はい。でもできれば克服したいと思っていて。克服か。私キリノと共通の話題が欲しいんです。不安になるのは自分のよくわからないものにキリノが熱中しているからだと思うので。お兄さん。分かったよ。俺に任せろ。